はい、それでは Shopify 開発者チャンネル、1年ぶり以上ですかね。急遽再開させていただきます。私は、Shopify Japan でシニアテクニカルパートナーマネージャーをやっている、岡村淳一と申します。よろしくお願いいたします。はい。今、名前出てますね。で、Twitter 弁蔵カピという ID でやっていますので、今日のハッシュタグですね。シャープショピファイデブ JP というところでも、ツイートしていますので、ぜひ皆さんご覧いただければなと思います。配信の方はうまくできてますかね。音声とか画像とかもし、聞こえなかったり見えなかったりしたら、Twitch のチャットとかで、教えていただければなと思います。えーっと、まだチャットはないみたいですね。で、質問とかあれば、ご自由に、チャットの方に書くか、もしくは先ほど言ったこの Shopify DevJP ですね。こちらの、ハッシュタグに、感想など含めて書いていただければ、順次拾ってお答えしようかなと思っております。音声など問題ないです。ちゃんと聞こえてます。ありがとうございます。はい。で、今日の、テーマなんですけれども、こちらですね。ドンということで、Shopify 開発者向け配信、第17回、もう17回ですね。テーマをゼロから作りながら、その仕組みを理解する、ライブコーディングということでですね、ちょっとしばらく時間が空いて、以前は、いろんな Shopify の新しい機能を順次パートナーさんを呼んで、いろいろディスカッションしたりとか紹介してたりしたんですけど、今回は初心というか、基本に帰ってですね、新しいパートナーさんもまた増えてきて、で、我々も、Shopify、通常 Shopify だけじゃなくて、Shopify プラスを作られてる、新しいパートナーさんもたくさん、今、いろんなサポートをしてますので、まず今週はですね、テーマですね。テーマを作るための、技術について、実際に、私の方で今日テーマを作りながら解説していこうと、思っております。で、これ録画ではなくて、今日、これからライブで、作っていくので、ちょっといろんなアクシデントあるかもしれないですけど、その辺はお手柔らかに優しく見守っていただければなと思います。はい、それではですね、ちょっと時間もちゃんと測ってないので、時間内に終わるかどうかわからないんですけれども、皆さんのお役に立てればなと思います。ということで、早速、やっていきたいと思います。まずはですね、はい、よいしょ。今これ見えてますかね。ちょっとこれ邪魔ですね。はい。これデベロッパーサイトですね。今日の手順なんですけど、我々の公式のデベロッパーサイトを順に追っていきながら、必要な情報を見て、で、それを読んで、私が実際に、ビジュアルスタジオコー、VS コードの中で、手作業で作っていきながら、動かしながら、解説していこうと思っております。で、これが我々の Shopify.dev の中の、テーマの中ですね。テーマのセクションの中なんですけど、まず今回使うのが、Shopify CLI っていうコマンドラインですね。こちらを使いますと。で、コマンドラインですけど、ちょっとインストールに時間かかるので、今日はもう、インストールの手順は、割愛するんですけど、このように、こちらに書いてある通りに入れれば、入りますよというところで、私の環境もこれですね、ブリューで入れておりますと。で、ちょっとちなみに来週の木曜日も、この配信するんですけど、来週の配信はアプリの開発方法、基礎から、新しい機能含めてやっていくんですけど、アプリに使う CLI がですね、基本的に今 NPM から呼ぶ前提になってるんですね。で、一方でテーマの方は、Shopify コマンド単体で呼ぶようになっているので、実はコマンドとしては Shopify なんですけど、使えるサブコマンドが違ってたりするので、ここがちょっと今紛らわしい状態にはなってるんですけど、そのようにご理解いただければなと思っております。で、まず、このインストールが済んだというところで、私の環境の方を、ではまず見てみようかなと思っております。で、ちょっとウィンドウを変えて、今日ちょっと結構ウィンドウをコロコロ変えていくので、ちょっとせわしいんですけれども、ちょっと待ってくださいね。と、よいしょ。これかな。はい。
ちらターミナル今映ってますかね。大丈夫ですかね。あ、映ってますね。はい。サイズは大丈夫かな。もうちょっと大きくしようかな。これぐらいがいいのかな。これぐらいで見えるかな。もう少し大きくしようか。よいしょ。これぐらいな感じですね。で、まずこの MyTwitch テーマというディレクトリ作ってるんですけど、何もないです。空ですと。で、こちらのフォルダーに今からファイルを作っていきますというところですね。で、さっきのコマンドですけど、Shopify と打って、バージョンかな。バージョンって打つと、こういう感じで今最新バージョンが入ってますと。で、これをホームブリューで、これ Mac なのでホームブリューで入れてる状態ですね。で、次にでは早速ですけども、テーマをどんどん作っていきますということで、よいしょ。今度はエディターの方にコードを変えて、こちらですね。はい。今、もう何もない空状態ですという状態ですね。で、いきなりじゃあ何作ればいいのかって多分皆さんわからないと思うので、じゃあ、何を参考に作っていくかというのが先ほどの開発画面、開発サイトになります。で、ちょっとしばらくもう一度開発サイトの方を読んでいこうかなと思います。はい。こちらですね。で、もう一回戻ってきて、インストーラー、これなんですけど、この上のアーキテクチャっていう部分ですね。こっちのタブで開いてるんですけど、このアーキテクチャの部分ですね。ここをまず、皆さんには確認していただきたいなと思います。で、アーキテクチャというのが、このショピあ、ごめんなさい。テーマというのは、リキッドというテンプレート言語、Ruby ベースのテンプレート言語を、ベースにした、ファイルの塊なので、各ディレクトリでそれぞれ役割が決めてられますと。で、ここですね。こういうディレクトリがまずあって、その中に各、役割をする部品が、今日のメインとなるセクションなんかもこの辺に入ってるんですけど、じゃあ、どういうディレクトリ構成で、各々がどういう役目になっているのかっていうのを把握していただくのが、まず大事です。ということで、まずはこちらのですね、このディレクトリを一つずつ作っていこうと思います。まずアセットですね。アセットはその名の通りに、CSS とかが入っとか JavaScript が入ってるところなんですけど、これでまた、ちょっとしばらくエディターの方にウィンドウを移して、ちょっとこれがツールの制限で結構忙しいんですけど、早速作っていきます。アセット。はい。で、多分レイアウト。はい。ですね。のトップなので、レイアウト。はい。で、セクションズ。はい。あと、コンフィグかな。フィグ。はい。これは、違った。こっちですね。テンプレイツ。はい。1、2、3、4、5。ドキュメントを見ると、アセッツ、コンフィグ、レイアウト、セクションズ、テンプレイツ、あとスニペッツ、ロケイルズってありますね。スニペッツ、ロケイルズ。はい。じゃあ、スニペッツ、はい。ロケイルズ。いいのかな？ 1、2、3、4、5、6、7。1、2、3、4、5、6、7。あとカスタマーズっていうのがありますね。ちょっと後の方で使うんですけど、先に作っておきましょうか。これだけこのテンプレートの下ですね。テンプレートの下にカスタマーズ。はい。これでディレクトリができましたと。で、またサイトに戻るんですけど、よいしょ。サイトに戻って、はい。こういう感じですね。サイトに戻って、ディレクトリ、じゃあ、各々のディレクトリの中何が入るのかっていうところで、その、ブレイクダウンした詳細がこっちにどんどん入ってきますというところで、レイアウト、何があるかというと、
もうその名の通り、テーマの根幹ですね、ボディとなる部分があるので、まずはこれがないと、動作しませんというところですね。で、ベースとなるのがこのテーマドットリキッドというものなので、これをまず作りますと。ちょっとこれ単純なので、これをコピーして、ちょっとエディター側は映さないんですけど、裏で作りますと。で、よいしょ。テーマドットリキッドを作りますと。で、中に何が入ってるかっていうと、こういうものになってますよって書いてあるので、これをこのままコピーボタンでコピーしますと。すると、今、エディター上に、皆さん見えないと思うんですけど、エディター上に入ってますと。で、まずこれだけで、ちょっと一回どのような動きになるのかというのを試してみようと思います。で、試す際に先ほどのテーマの、コマンドラインが、必要になってきて、で、コマンドラインについては、こちらのさっきのインストール CLI というのもこっちですけど、デベロッパーツールズというセクションの中に、書いてありますと。で、Shopify CLI の、下にずっと回って、こうずらずらずらとあるんですけど、えっと、まず、これですね。Shopify テーマ Dev Store My Store っていうのがあって、これでデバッグできるようになってます。で、ちなみに、インストールして、Shopify テーマ Init という、コマンドを打つと、我々の標準テーマである Dawn という、コードが、コピーされてきて、通常はそれをカスタマイズするんですけど、今回のこのスクラッチで作る目標としては、そのドーンのコードというのがだいぶ、量が多いんですね。ですごく高機能なテーマなので、それ自体はすごくいいテーマなんですけど、そのコードを分析するのが多分すごく難しいと思いますと。なので、一から作って、今日後半で説明するセクションとか、そういったものの仕組みを、学んでみようというのが今日の趣旨になります。で、ちなみに、ちょっとだけ、そのドーンですね。ドーンのコードを、イニットした後のコードをお見せすると、えーっと、えですね。こっちかな。これが今見えない。こんな感じですね。これがテーマイニットとやると出てくるんですけど、まあ、すごくたくさんありますねと。で、ただ仕組みはもちろん一緒で、このレイアウトの下にテーマリキッドってあるんですね。テーマリキッドってどんなものがあるかっていうと、こんな感じで、ずらずらずらーっと並んでますと。これを多分一から全部分析してると、大抵の人は心が折れるんじゃないかっていうぐらい、結構高機能なので、まずは自分で一から作ってみることを、もし仕組みを理解される場合は、お勧めしますという感じですね。はい。で、で、私の方の、そのスクラッチの方ですね。こっちかな。ごめんなさい。ごめんなさい。こっちじゃなくて、こっちか。こっちかな。これですね。一方、さっきのデベロッパーサイトをコピーしたので、すごくシンプルですと。で、この状態で、先ほどのコマンドラインをちょっと打ってみます。今度はターミナルですね。忙しいな。こっちかな。ターミナル、これがターミナルですけど、えーっと、Shopify、Dev を打ってみますと。そうすると、こういう形で、で、今、多分そうですね、ブラウザー見えてないんで、わからないと思うんですけど、えっと、プレビューが見えてる形になりますと。で、えーっこれ今私が別のテーマで、やっていたので、ちょっと、その別のテーマと被ってるよという、メッセージが出てます。でもブラウザ上はちゃんと出てるんですけど、ちょっと設定とかが被ってるので、ちょっと一回 Dev はやめて、Shopify テーマ、えー、プッシュというコマンドを打ってみようと思います。で、
プッシュっていうのが何かというと、ですね、これですね。えっと、実際のストアに反映するんですけど、このデベロップメントというのが、まず今自分のものなので、こちらに向けてプッシュをしますと。で、こちらがこのプレビューのリンクですね。で、こちらがエディターのものになるんですけど、まずエディターの方を見てみましょうかね。エディターの方を見てみて、よいしょ。エディターの方を見て、え見てみると、ちょっと待ってくださいね。この状態でもう一回ブラウザーの方に切り替えてみますと、よいしょ。そうすると、今どのような状態かというと、えーこんな感じになってますと。で、テーマとしては認識されてるんですけど、何もないですよって話、状態になってますね。で、なんで何もないかというと、先ほどの、えーっと、構造の方に戻ると、こちらですね。アーキテクチャの方に戻ると、まずテーマリキッドは作ったんですけど、これに、実際反映するものが、部品がないんですね。で、部品が何かというと、まずこの下にあるこのテンプレートというものになります。で、テンプレートというものが、このアーティクル、ブログ、カート、コレクションとかあって、まあ、これ、プロダクトは例えば商品ページで、ホームページがこのインデックスになるんですけど、まあ、Shopify のそのテーマの、ここが、まあ、アーキテクチャというか、構造に直接関係してくるんですけど、各 Shopify がテーマとして提供するページに対応する、まあ、その構成を保持していくようなもので、基本的にはこの JSON ファイルになっていますと。で、えっと、まあ、後ほど説明しますけど、例えばエディター上でいろんなこう、ドラッグアンドドロップで配置を変えたりした場合の、その配置の、場所なんかもここに記憶されることになりますということで、まずこれが必要になってきますということですね。で、次に、じゃあこれらはその各ページの構成を持ってるんですけど、実際にじゃあ画面はどっちに、定義されるかというと、実はこれが皆さん聞いたことあるかなと思うんです。セクションというものになります。で、セクションがこう、絵がありますけど、こういう、テーマの部品を構成する部品ですね。塊ですね。これが実際に先ほどの今何もないって言われているこのエディター上でドラッグアンドドロップしたりコピーしたりして増えていく、部品になっていますと。で、これがですね、先ほどから言ってる、リキッドという、方式でいろいろ作っていきますと。で、HTML とかをもちろん作りますし、その設定なんかもするんですけど、で、さらにその中に、ブロックという小さい単位が、作られていきますということですね。なので、まずテンプレートから作っていくので、このインデックス JSON というものを作っていきます。ここからまた少し、エディターの方に戻ります。はい。そうですね。で、ちなみに、一応リンクをシェアすると、えーっ先にかな。まずエディターを出して、で、リンクをシェアしますと、今見てるページがここですね。と、今チャットの方に貼りますけど、こっちなります。なので、ちょっとしばらくエディターで中継している場合は、皆さんぜひお手元でこのデベロッパーサイトを見ながら、読みながら多分エディターの話を、聞かれると、すごくよくわかるかなと思います。はい。で、そうですね。ここからちょっと、ちょっと前もって私の方で、えっと、練習していたコードがあるので、そこからちょっとサクサクとコピーしながら作っていくんですけど、まず、index.json ですね。index.json が、テンプレートの下に来るので、index.json で、これがこういう形になります
ごめんなさい、JS じゃなかった、JSON ですね。JSON。はい。で、あとちなみにですね、ここ Shopify マークがありますけど、私VS コードにこのリキッドのエクステンションを入れてるので、こうすると結構いろんな構文エラーとか、入力保管とかしてくれて、すごくテーマの開発がはかどるのでおすすめですと。いう形ですね。で、ここを解説すると、まず、このインデックス JSON でセクションズというのがあって、これがさっき言った、各パーツですね。このインデックス JSON が、どういうセクションを持つのかっていうのをここで定義しています。で、フッターっていうのが名前で、タイプヘッダー、タイプフッターっていうのがありますと。で、これが実際にこのセクションの中に定義されているリキッドファイルの名前に対応しているので、じゃあ具体的にこのヘッダーって名前のセクションはどのリキッドをここに表示するのかというものが書かれていますと。でオーダーっていうのは初期の、並び順ですね。それが定義されているという形です。なので、例えばここオーダーがないと、初期表示だとここに、このペあのホームページに、表示されない形になりますと。なので次、実体のセクションですね。セクションの方を今度、追加していきます。で、定義通りにヘッダーリキッドという形で入れていきます。でフッターもですね。フッターリキッドと入れていきます。で、ヘッダーの中身なんですけど、そうですね。まずは、よいしょ。ヘッダーなんで、H1 で、This is my で、フッターはじゃあ P とかにしましょうか。This is my フッターくらいにして、ここがハイライトにならないのがちょっと、リコットになってますね。リキッドですね。リキこの状態ですと。で、先ほどの、もう一度ターミナルに戻って、これですね。よいしょ。これでデブでいくかな。多分次はデブでいくんじゃないかなと思ったんですけど。デブで、おっと、よいしょ。ダメですね。じゃあ、プッシュにしましょう。プッシュ。プッシュにして、またこのデベロップメントですね。はい。で、先ほどのブラウザーですね。こちらに切り替えて、よいしょ。ブラウザに切り替えて、もう一度リフレッシュされましたね。こういう感じで今、This is my header 出てます。ちゃんとヘッダーフッター出てますね。で、セクションまだアベイラブルないんですけど、こんな感じで出てますと。で、プレビューでもちゃんと出てますというところですね。はい。よいしょ。ちょっとこのドットが何なのか少し気になるんですけど、あれかな。こっちのビューの方で、ドットが出てるのが気にはなりますけど、これがもう最小単位のまだテーマの、構成になります。で、この段階で、ほぼ何も書いてないんですけど、ページソースを見てみると、実はこんだけのコードが書かれてるんですね。で、ここの、例えばスクリプトとか、あと、実際私が入れた HTML コードっていうのが、たったこんだけ、ここの部分だけなんですけど、ここにすごい JavaScript が入っていますと。で、これが何なのかというと、先ほどの VS コードに戻ると、ですね、これかな。
テーマリーキこれですね。Contents for Header というものがあって、これ開発者サイトにも書いてあるんですけど、ここに Shopify がいろいろヘッダーに入れるファイルが自動的にここに、放り込まれますと。で、このダブルカッコが、リキッドなんですけど、で、コンテンツフォーレイアウトですね。こっちはそのエディター上でセクションドラッグアンドドロップとかして入れたものとか放り込まれて、正直この2つは、必ず必要かつおまじないみたいな、予約語的なリキッドの変数なので、消したり、あと開発サイトに書いてあるんですけど、ここをやろうと思えばアウトプットして、ここに入ってくる JavaScript 分析とかもできちゃうんですけど、そういうことはしないでくださいと。結構動的に変わるので、保証しませんよみたいなのがちゃんとデベロッパーサイトに書いてありますということですね。なので、ポイントとしては、何も、リキッドの中に書いてなくても、結構 Shopify がいろいろコードを入れてくるんですね。で、最後の方に言いますけど、例えば、カスタマーのログインページなんかも、なければなければで、デフォルトの画面を Shopify 出したりとかもするので、うまく Shopify が、提供している機能と自分が実際書き込んでるテーマのファイルがどう住み分けてられてるのかっていうのをうまく把握するのが、テーマのキャッチアップ学習にすごい、必要かなと思っております。という形で、今この状態なんですけど、これだけだとちょっとまだテーマの機能がないので、もう少し、えっと、ヘッダーの方を、掘り下げていこうかなと思ってます。で、ちょっとそうですね、ごめんなさい。キャプチャーが忘れてたんですけど、今までやったのが、まず CLI のセットアップ、開発ストアの作成。開発ストアの作成はちょっと今回省きましたけど、で、次、Dawn のコードとアーキテクチャの確認ですね。先ほど開発者サイトを見たのと、少しですけど、Dawn、元々のコードの中を見てみましたと。で、次に基本のファイル作成とデバッグということで、今これがまさしく、この状態ですね。この主要となっている、このディレクトリを作って、メインとなるファイルを今作っているところですね。デバッグというのが、Shopify のコマンドライン CLI で今デバッグをしている最中になっています。で、次ですね。ここからいよいよ本格的になっていって、最初のセクションの作成というものになります。で、セクションが何かというのも、開発ストアに書いてありまして、えっと、はい、こちらですね。こちらの、ここですね。今お見せしているセクションなんですけど、オーバービューがあって、次にセクションスキーマというものが出てきます。ここからちょっとすごく難しくなってくるんですけど、JSON がありますね。で、スキーマっていうのは、データの構造の定義みたいな意味で、オラクルとか、MySQL とか、そういう RDB 伝わられている方は、よくテーブルスキーマって言葉があるのでご存知かと思うんですけど、このセクションがどういう名前で、タグっていうのはHTML のタグがどういうのを使われているかというものなんですけど、どういう名前でこのセッティングスっていうのが割と大事で、このセクションがどういう設定をエディターでできるかというものが書かれてますと。で、ブロックというのが、そのセクションっていうのはあくまで大きないくつかの部品の塊なんですけど、その中に具体的に入力フィールドとか、そういったものの構成要素ですね。これも複数で持てるようになっていて、これ名前でなんとなくわかると思うんですけど、例えばこれだとスライドがあって、実際はShopify の中に登録されてたり、もしくはファイルアップロードするその画像の、インプットとして、こういうブロックがありますよとか、いくつかありますというところですね。なので、ちょっとこれに沿って、まずは今作ったヘッダーフッターのセクションを作っていこうかなと思っております。で、またエディターに戻ります。で、エディターに戻ると、こっちですね。はい。今、ヘッダーですね。H1 しかないので、ちょっとこれをまた、ちょっと、まずはスキーマですね。さっき今出てるスキーマを作っていこうと思います。で、ちょっとあらかじめ、この配信の前に作ってみた僕のスキーマがこれなんですけど、名前はそのままヘッダーにしますと。セッティングの中でテキストフィールドで、
ヘッダーに入れるタイトルですね。これを、設定化しようと思います。なので、ここをですね、どうするかというと、さっきのコンテンツフォーレイ、ヘッダーみたいな形でリキッド変数にしますと、こうですね。このセクションっていうのがこの今自分自身のセクションで、セッティングスがこれに対応しますと。その中の、これ配列なんですけど、配列の指定の仕方はこの ID ですね。ID で1位に決まるようになるので、例えばこれに2つ目のセッティング入れるときは別の ID にしないといけないんですけど、タイトルなんでタイトルと。で、これをすると、マーチャントさんがここで入れた、このテキストオブジェクトを、このリキッドでもう参照できるようになるんですね。で、これテキストなんでテキストですけど、例えばコレクションを選ぶような、セッティングにすると、ここがリキッドのコレクションのオブジェクトになるので、後ほど言いますけど、その、開発者サイトにあるリキッドのリファレンスですね。そこのオブジェクトと同じ、データが参照できるようになりますと。というところですね。で、あとは、じゃあ、そのセッティングスの中に、ブロックスを定義しますと、ブロックスは今考えているのは、ロゴ画像ですね。まずヘッダーに出すロゴ画像を画像から選ぶようにしようというのと、あと、四角いブロックを作って、そこに色を指定できるようにしようかなと思ってます。で、ここが結構ややこしくなってくて、頭こんがらがってくるんですけど、ブロックスの中にまたセッティングスとタイプってあるんですね。で、このセッティングスは、今度は画面の各ブロックに対するセッティングスになりますと。この場合だと、そのどの画像を入れるかっていうのが、この、セッティングになりますと。で、次のこの、背景色ですね。こちらについてもまたセッティングがあって、こっちがカラーってあるんで、これはカラーピッカーですね。RGB のカラーピッカーとして設定するようになりますと。で、このタイプが何かっていうと、これはいわゆるこのテキストのタイプとはまた違うタイプになってきますと。これはですね、このブロックを、参照するときに、使うものなので、ここは任意に自由に決めていっていいんですね。で、一方で、このセッティングスのタイプっていうのは、もう Shopify が決めてるタイプ、テキストとか、そういったイメージピッカーとかそういうものなので、ここは独自になんか適当に名前つけてやっちゃうと、動かなくなったり、なんか別のフォーマットになったりしますと。で、その背景画ですけど、じゃあ背景画を、どうしようかなというところで、えーっよいしょ。今これを、結構あれですね、時間が食ってるので、2時間ぐらいかかっちゃうかな、今回。こんな感じで、コードを入れてきますと。で、今度はこれ何を表しているかというと、今度はセクションのブロックスですね。セクションのスキーマがセクションだと思っていただいているんですけど、セクションの中のブロックスをループさせますと。で、i っていう、数字を1個ずつインクリメントを増やしていくんですけど、で、ここにこのタイプが効いてくるんですね。ブロックのタイプ、マイタイプ1の時に、じゃあ何をするかっていうと、ブロックのセッティングスの、マイロゴですね。マイロゴ、これですね。ここの画像、これの場合、イメージピッカーなので、ここがイメージオブジェクトになりますと、それをイメージの URL に直して、それを最終的にイメージタグにしますという形にします。で、もしブロックが2個あって、ブロックのどれかがタイプ2の場合は、ここ div を書いてるんで、div のバックグラウンドカラーを、その2番目のブロックのこのマイカラーという設定の指定された、色ですね。これカラーなんで、RGB の値が入ってくるんですけど、それで埋め尽くしますっていうコードを書いてます。エンドケースっていうのが場合分けのエンドで、エンド4がこのループですね。ちょっとここまでで、一度、もう一回デブ、プッシュですか。今回プッシュですね。プッシュの方がいいかな。プッシュで、反映してみます。今ちょっと裏でテーマプッシュをもう一回実行してます。ここはもう同じ作業なので見せる必要ないかなと思ってるんですけど、
で、ちょっとブラウザに切り替えて、こっちですね。はい。で、さっきの、はい、ちょっとわかりましたかね。ここがブロックって出てきましたね。で、クリックすると、ちょっと待ってですね。よいしょ。はい。ここに今までなかった This is my header ってあったので、これ、せっかくなので日本語にしてみますと、でこれはヘッダーですっていうふうにすると、ここが動的に変わります。これがつまりこの設定を見るようになってるんですね。で、今度ブロックですね。ブロックをさっき2個使ったんで、どうなってるかというと、ここに出てきましたね。さっきのロゴとマイカラー。で、ロゴってやると、えーっと、今何もないんですけど、ここをまたさらにクリックすると、画像選択が出てきます。これ、もう Shopify が完全に出してくれてるんですね。ちなみにこれが、動的ソース、開発者サイトだとダイナミックソースって書いてあるんですけど、ここクリックすると、こう、ブランド設定されてる、映画で、作られたり、あと、画像選択だとアップロードの、あの、画面が出てきたり、あと無料画像っていうのが Shopify が持ってる無料画像があるんで、今例えばここ、1番目にあって選択ってすると、もうここに出てきますと。で、ちなみにこれ複製できるんで、もう一個じゃあロゴ作ろうかってなると、もう一回今度は別のものでこういう形ですね。で、どんどんこう出てきますという形ですね。で、じゃあ、このマイカラーの方どうやるかっていうと、今度はこのRGB とまた動的ソースが出てきて、こうブランドの色が選べるようになるんですけど、ポイントはこの辺全部 Shopify のエディター機能でやってくれてるんですね。特にテーマのリキッド側でこういうコード書かなくてもいいんですけど、で、例えばこういう感じで選ぶと、ここに1個出てきますと。セクション、せっかくなのでこのプラスボタンを使うと、ごめんなさい。これちょっとあれか。えっと、ですね。で、こういう感じで、どんどん増えてきますと。いう形ですね。で、ちなみにここ今0、1、2、3って出てると思うんですけど、これがさっきVS コードで見せたインクリメントしてるものです。で、これなんで入れたかというと、これ仕組み的にはですね、どうしてこういうレンダリングがされてるかっていうと、ちょっと一回戻そうか。えーっこんなに丁寧にやってていいのかって話があるんですけど、ちょっと、ここは結構大事なので、丁寧にいきたいと思います。ここですね。このファイル自体が、エディターでそのブロックが追加されるたんびに毎回呼ばれてるのがわかるんですね。毎回呼ばれて、毎回その時に登録されてる分のブロックがここでどんどん呼ばれるので、そこで描画が走ってるという部分ですね。なので、そこの、まずそのエディター上でどういうふうに振る舞いがあって、それが実際ストアフロントにブラウザ経由で購入者さんが見たときに、それがどのようにこう対応しているのかっていうのをこう頭の中で常に思い浮かべながら、開発するのがすごく大事かなと思います。で、もう一回エディターの方に戻って、よいしょ。これですね、エディター上で反映されたんで、こっちにも来るかな。来ましたね。こういう感じでできてますという部分です。これがセクションの基本です。で、フッター、そうですね、ターは、フッターは特に、そうですね、フッターも同じようにしたければ、なんか工夫してやればいいというところなんですけど、もうこれがもうセクションの基本の木ですね。先ほどのスキーマの中のセッティングス、その中のブロックですね。もう一回言うと、もう、とにかく肝はまずこのスキーマの構成、あとブロックですね。セクションの中にブロックがあると。で、そのスキーマの中には、こういう、フィールドがあって、今日全部は、あの、説明しませんけど、特にさっき言ったブロックとかは必要ですと。あと、そうですね、日英対応するときとか、こういうロケールとかがあるんですけど、今日はちょっと割愛しますと。で、この後ちょっと、大事になってくるのは、この中の、
プリセットっていうやつですね。ちょっと待ってですね。プリセット、プリセッツ。これですね。で、これが何に必要になってくるかというと、ちなみに、そうですね、参考まで、これが皆さん大好きな、ご存知のドーンのエディター画面で、まあ、もちろんめっちゃ高機能ですよね。で、まあ、今この辺作ってるんですけど、このセクション追加っていうのをすると、こういっぱいドーンは出てくるんですけど、私が作ったやつは、セクション追加って言っても何も出てこないんですよね。で、これが出る出ないの制御をしているのが、ここのプリセットになります。これをスキーマに書くことで、この後追加する、例えば別のセクションとか、今ヘッダーフッターって使ってますけど、これらが、使えるようになったりもします。で、この段階で、ちょっとお見せしたいのが、このコード編集っていう、メニューを押すと、この時の Shopify の管理画面のサーバー上でのこのテーマのソースコードの状態が見えて、まあ、基本的にこのテンプレートはまあローカルにあるものと全く一緒なんですけど、えっと、ごめんなさい、レイアウトですね。レイアウトとこのセクションですね。リキッドの中身は書き換わらないんですけど、注目いただきたいのは、この今作ってる index.json ですね。ここに、このローカルにはない記載がこう追加されてるんですよね。これが何かというと、先ほどエディター上で、こちらでこうドラッグアンドドロップした、場所とかその辺のデータになるので、これ例えばこうグーって移動して保存して、で、こっちを、これ勝手にリフレッシュが走ってるのかな。よいしょ。こうリフレッシュすると、Shopify がどんどんこの JSON ファイルを書き換えていくんですね。ちょっとパッと見わからないかもしれないですけど、さっき私が指定したカラーとか、ロゴのそのイメージファイルとかがどんどん上書きされていって、このブロックのさっきドラッグアンドドロップした順番とかも、ここに全部書かれていくので、まあ、これによってエディターの情報が、Shopify 上で保存されて、まあ、これをもとにストアフロント、こっちですね、こっちが、表示されるというのが、基本機能になってます。あ、今分かりましたね。この点々は私のコードですね。開発者サイトに点々があったんで、そのまま出てる感じですね。これはちょっといらないかなと思いますけど。はい。そういう形になってます。これがセクションの基本になります。はい。で、今、じゃあどこまで行ったかというと、これがちょっと邪魔でした。最初のセクションの作成まで行きましたと。で、次、5番目。次、CLI のエラー解消というものがあって、で、これは何かというと、先ほどから使ってる、この、CLI なんですけど、また、こことかエラーがあったんですけど、例えば、注目していただきたいのが、こういうエラーなんですよね。これ例えばギフトカードリキッドは、必要なんで、これがないとダメですよとか、あと今コンフィグって、確かディレクトリしか作ってないんですけど、このセッティングデータ JSON とかセッティングスキーマ JSON ありませんよって、まあ、エラーが出るので、まあ、CLI を作りながら、こうエラーが出たら必ずソースコードに戻って、それらをフィックスしていただければなと思います。で、今じゃあ、このエラーに沿って実際に、ファイルを作ってみようと思います。えっと、まずは、ちょっとこれは今、リターン表示しなくて、そのままやりますけど、レイアウトの下にギフトカードを作って、あとコンフィグの下に、えーっと、今見えてますね。はい、コンフィグの下に、どこだっけ、これだ。セッティングデータ .json がないよと言われているので、これを作ります。よいしょ。同じく、セッティングスキーマ JSON ですね。で、これもちょっと名前でわかると思うんですけど、スキーマが、その、設定の定義ですね。この後お見せしますけど、テーマ全体に関わるような設定は、このセッティングスキーマというところに入れると、いろんなすべてのセクションから参照できるようになるので、まあ、例えば、ベースのカラーを作ったりとか、テーマ全体にわたるようなテキストなんかを設定する場合は、このセッティングスキーマ JSON に入れてくださいと。
で、その実際に設定した内容はこのデータの方に保存されるという内容ですね。で、私は、なのでデータはとりあえず空の JSON でよくて、インストールの時は。で、スキーマの方に、設定の定義が必要なんですけど、ちょっと簡単に、セッティング1っていう名前で入れてみようと思います。今、エラーに沿って内容を修正したので、再びエディターの方を見てみるんですけど、かな。こういう感じですね。データの方は何もないんで、空。で、スキーマの方は、今、こういうセッティング1という設定で、テキストフィールドで、ラベルがさっき、ちょっと説明しませんでしたけど、設定画面に出てくる表示のラベルですね。で、認識の ID はセッティングはそのままにしていますと。で、この状態で、もう一回プッシュしてみますと。で、プッシュすると、これで、えー今、プッシュのコマンドを叩いてるんですけど、ちょうどなんか、別のエラーが出ましたね。これ今見ると、なんかここはなぜか日本語になってますけど、今これ空のリキッド入れたんですけど、コンテントフォーヘッダーがありません。コンテントフォーレイアウトがありませんってあるんで、じゃあちょっと、せっかくなんでこれを、入れてみようかなと思います。コンテントヘッダーと、コンテントレイアウトですね。はい。で、もう一回、プッシュします。えーっと、テンプレイツ、ギフトカード、ドットリキ、could not be deleted。ごめんなさい。そうだ。これがちょっと紛らわしいんですね。レイアウトの下に入れたんですけど、ギフトカードは、これだけちょっと特殊なんですけど、ドットリキッドでリキッドなんですけど、これは実は、テンプレートの下に、さっきの JSON ファイルと同じレイヤーに入れるようになってます。なので、ちょっと今、場所を移しますと。ギフトカード、テンプレートの下に今、ギフトカード、ドリキッド。それで、そうですね。さっきのコンテンツ、レイアウトフォーヘッダーがないっていうエラーが出た理由も分かって、多分テーマドットリキッドと同じ、レイアウトの下に入れてしまったんで、多分そのエラーが出たんですね。これ通常からでもいいはずなので、レイアウトの下のものを消して、今、そのギフトカードドットリキッドを、テンプレートの下に移動しました。これでプッシュすると多分エラーがなるはずですと。ゼロエラーになりましたね。で、これでブラウザの方に戻りますと、ブラウザの方に戻って、えーっと、戻って、コードは一回開けて、よいしょ。で、今度何が変わったかというと、一つはこっちですね。テーマ設定のところに今、JSON で作ったセッティング1っていうのが出て、これ今設定だけなんで何も反映されないんですけど、こういう感じで、保存できるようになってますと。で、もう一回コードを見ると、今度はファイルの中に、セッティングドット、セッティングドットデータという、ものが出てきて、ここにちゃんと今書いたものが保存されているという形ですね。はい。なので、これでテーマ全体の設定もできるようになりましたと。で、あとちなみに、例えば、これ最近できた機能なんですけど、このカスタム CSS というものがあって、これ例えば、今 This is my header って、
H1 なので、H1 で、例えば CSS を、例えば赤に反映されるんですけど、これも実は今、リキッドに何も書いてないんですけど、Shopify が勝手に入れてくれるものなんですね。で、やっぱコード編集見るとどうなってるかっていうと、さっきの、ヘッダー、ごめんなさい、index.js にカスタム CSS っていう JS が出てきて、これがあると Shopify が勝手にその中で、その H1 を見て、赤にしてくれるという形になってます。なので、この辺もすごい Shopify が提供してくれてる機能なので、テーマを作る人は特に、使う必要がないというところですね。はい。で、ここまでが、リキッドのエラー修正になりましたと。で、次、6番目。次はエディター上で JSON テンプレートの、挙動確認。これも今やったやつですね。もうすでにやって、先ほどのように、JSON テンプレート、テンプレートの下の、JSON ファイルに内容がどんどん書かれていきますという説明になります。で、次ですね、次、独自フォントの追加。これ結構日本のデザイナーさんは、自分のフォントを入れたいっていう、ニーズあると思うんですけど、これについてちょっと説明したいと思います。で、これもですね、開発者サイトに書いてあって、ですね、どこかな。と、えーここかな。フォントの部分に書いてあります。で、ウェブデザイナーの方ならご存知だと思うんですけど、基本的にフォントってこの CSS ファイルにフォントフェイスっていうものを書いて、そのフォントを持ってくる、ウェブフォントだとそこの URL を持ってくるんですけど、URL だと、外部 URL だと、そこのパフォーマンスに引きずられてローディング遅くなるケースなんかもあるので、今日はテーマの中に実際自分の使うフォントファイルを入れて、そこを参照するように変更していこうと思います。で、合わせて、今まだ使ってないんですけど、アセッツですね。アセッツの中に CSS を入れて、今 H1 のスタイルって何も当ててないんですけど、そこに、ヘッダーの H1 に当てる CSS をアセッツの中に入れて、そこにフォントの設定もしていこうかなと思います。なので、もう一回、ヘッダーの、コードの方に戻ります。はい。で、このアセッツですね。アセッツの方に、今度はですね、myCSS という、ファイルを入れてきます。myCSS.css。これが普通の CSS ファイルですけど、これ実はリキッドを使えるので、この中にリキッドの変数なんかも入れれます。で、その変数を入れた後で、ブラウザ上は CSS として、CDN で、提供されるんですけど、今やろうとしてるのが、まずヘッダーの、H1 の色をここに、移すようにします。これはもうハードコードですね。で、これが今私が使おうとしているフォント、この NonSansJP というもので、これGoogle フォントから今選んできたんですけど、Google フォントをダウンロードして、結構今無料で、そのフォントファイルを、この場合だと WOF ですね。WOF 形式にコンバートするようなサイトがあるので、それでローカルで、フォントファイルにまとめたものを表示させようとしています。なので、フォントフェイスにもこの同じフォントをして、で、ここが、この myFontWOFCSS っていうファイル名を入れると、ここのアセットにあるって見なされるんですね。で、それをアセット URL という実際のブラウザ上の URL に直して、フォーマットを WOF で表示するという形で、このアセット URL というのが、Shopify が提供している CDN の、URL になるので、Shopify のテーマから参照する画像っていうのは基本的に全部その CDN の URL になるんですけど、その形に直しているという形、状態ですね。で、CSS もできたので、ついでに、JavaScript も一応入れようかなと思います。myjs で、JavaScript も、リキッドになるので、リキッドの変数で条件分岐とかできるんですけど、一番簡単なアラートで分かりやすくちょっと。で、ここに置いただけだと読み込まれないので、
と、このメインのレイアウトのところに、えヘッダーですね。ヘッダーに読み込み用のリキッドを入れていきます。では、で、注意点は、このファイル名はリキッドが取れた形のファイル名にするということですね。で、なので、このドットリキッドがない形ですね。で、JS も一緒ですと。で、CSS はスタイルなんで、スタイルシートのタグに整形して、JS の方は、スクリプトタグの方に、整形しますと。ちょっとなんか、エラーが出てるのが気になりますけど、とりあえずいいかな。この感じでやっていきますと。で、ヘッダーの方は特に変更はいらないと。これでちょっと、もう一回プッシュをしてみますね。で、よいしょ。はい。今プッシュしたので、ちょっとブラウザで見てみましょうか。よいしょ。読み込まれてるかな。本当はどうだろう。本当は、ちょっとあれかな。いけたっぽいですね。ちょっとじゃあ見てみましょうか。はい。ちょっとブラウザに変えて、一回ブラウザに変えて、よいしょ。まず、エディターのとこですね。これ、ちょっと覚えていたらですけど、字体が変わってますよね。なので、確かに変わってるなっていうところで、せっかくなんで、日本語フォントなんで、日本語にすると、ありましたねと。で、表示しても変わりましたねと。ちょっと初回は少しキャッシュ効かないんで、一瞬別のフォントになっちゃうんですけど、で、ビューソースですね。結構やっぱりテーマデバッグするときに、ブラウザーのソースを見るのすごい大事かなと思ってるんですけど、実際どう動いてるかっていうと、これがスタイルシートになりますと。で、こういう感じで、実際のフォントファミリーは Shopify の CDS のファイルですね。これがえーっと、マイフォン、ごめんなさい。そっか。これはなんでさっき一瞬動いたかというローカルに入れてませんでしたね。ごめんなさい。アセッツの中に WOF フファイルがいるので、今ちょっとローカルで、ローカルのコードの方に WOF を移動します。ちょっと見せますね。多分ひょっとしてキャッシュが効いてたまたま動いちゃったのかな、今。これですね。ごめんなさい。これが必要ですね。これが必要なので、このままもう一回プッシュします。これで多分タイムラグなく表示されると思います。で、これで、一回閉じて、もう一回。で、表示。そうですね。これ多分ローカルでものを見ていて、CDN には変わりないんですけど、同じようにそうですね。この CDN が表示されてる。これは多分さっきの元のローカルのものをベースに作ってるんじゃないかなと思います。で、もう一個の JS が、あれ ?JS がどこだろう ?JS が消えてるのかなちょっとごめんなさいね。えーっと、my.js
えと、JS がちょっと消えてますね。アセッツ URL。MyJS。そうですね。ちょっとごめんなさいね。と、MyJS.js。さっきエディターには出てきたんですけど、えーっと、これが、JS がちょっと消えてますね。ちょっともう一回プッシュしてみます。うーんと、これかな。これで、あ、出てきましたね。これで多分大丈夫だな。これで、プレビュー。出てきましたね。Hello MyJS で、そうですね。プッシュしてもう一回プレビューにすると設定全部消えちゃうんで、また日本語に戻っちゃったんですけど、こういう感じで、JS も同じように CDN になってますという形ですね。はい。これが、独自フォントの追加になります。で、次、今度はテーマアップエクステンションとの関係で、テーマアップエクステンションは、来週のアプリの、回で、詳しく説明するんですけど、簡単に言うとアプリ側から、テーマに例えばチャットの UI とか、いろんなリキッドの、UI を入れるときに、まあ、昔はリキッドに直接修正を入れたりとか、もしくはデザイナーさんがテーマの中に独自に別のセクションを作ったりしなきゃいけなかったんですけど、そのテーマアップエクステンションっていうのはアプリ側からこうリキッドを挿入するんですけど、テーマのファイルには一切全く手を触れないんですね。Shopify がこうオンオフして、テーマの中にこう挿入する仕組みなので、まあ、今例えばそのチャットのアプリとか、まあ、商品レビューのアプリとか、だいたいこう UI に手を入れるようなアプリはほぼほぼこれを使うことを、まあ、推奨されてますと。で、今日の、デモだと簡単に、まあ、どのように動くかと、まあ、それがテーマのデザイナーさんにとって何か必要なのかという部分なんですけど、まず、結論から言うと、テーマのデザイナーさん何もしなくても、このテーマアップエクステンションっていうのは、動きますと。で、ただし、アットアップという、まあ、リキッドの変数があって、まあ、それを入れることで、具体的にセクションの中の、どこにそのアプリのテーマ、アップエクステンションを入れるかっていう、まあ、制御はできるんですけど、まあ、なので、この開発者サイトにも、こう、ブロックとして、アプリえっと、テーマアップエクステンションですね。エディターだとアプリっていう名前出てくるんですけど、まあ、それを書く、まあ、仕方あるんですけど、これ全く何もなくても、Shopify が、まあ、まあ、いい感じでこう入れてくれるので、結論から言うと何もしなくても動きますと。で、ちょっとその辺の動きを説明したいんですけど、これが今私が作ってる、来週の、配信で使う、サンプルアプリなんですけど、ここで今使っている開発ストア向けにそのサンプルアプリをインストールしてみたいと思います。で、インストールすると、今、使ってるアプリそのものに、こう、インストールされたんですけど、で、さっきから見てるこのオンラインストアですね。ちょっとこのレビューの方がいいかな。こっちか。ここで、今反映されてるかな。こう今までなかったものがこう出てくるんですね。これが、テーマアップエクステンションで、セクションの方に戻ってセクション追加ってやると、こっちはあれか。ちょっとリフレッシュした方がいいかな。ここにアプリっていうものが出てきて、これ追加すると、こういう感じで、これがアップブロックですね。まあ、これ、ただこう、デモ用にどこのデータをどのリキッドが出してるかっていうのを出してるだけなんですけど、で保存するっていうものを押すと、プレビューでオンラインストアにもこう出てきますという形ですね。で、
ちなみに App Embedded Block というものがあって、こっちを有効にすると、今度は全部の画面に出てくる、こう固定で表示される部品がこう出てくるんですけど、これも同じようにこう出ますという形で、この App エクステンション自体の仕組みは来週また、深掘りするんですけど、この中身自体は実はテーマのセクションとほぼ同じ構成でただテーマファイルが詰まって、作られていて、それをアプリ側でコマンドラインで事前に Shopify にもアップロードしている形ですね。で、このトグルでオフにすれば、こう消えますし、もちろんセクションの方も、このアプリの方を、このゴミ箱ボタンで削除すると、綺麗に元に戻ると。で、この一連の操作に全くテーマのソースコード、リキッドファイルに一切手が入ってないというところが、ミソになりますというところですね。はい。ということで、テーマアップエクステンションとの、関係ということですね。で、いよいよもう最後の方になりました。1時間ちょっと過ぎてますけど、もう少しお付き合いいただければなと思います。で、最後、セクショングループの作成とあるんですけど、セクショングループ何かというと、まず開発者ドキュメントだと、このセクションの中のセクショングループというところに載ってます。その名の通り、セクションをグループ化したものなんですけど、再度、ドーンのテーマを見てみると、私の方の今のこのエディターって、テンプレートしかないんですよね。で、パーツに分かれてないんですけど、このドーンの方はヘッダーテンプレート、フッターという形に分かれてます。なので、これと同じようにするには、何が必要かというと、さっきの、セクショングループですね、が必要になっていくので、それをこのデベロッパーサイトに沿って作っていきます。で、ミソはこのセクションの中にグループ .json って、これもちょっとすごい分かりにくくて、さっき、ギフトカードリキッドはリキッドなのに、えっと、ええリキッドなのにテンプレートの中に入ってたんですよ。今度逆なんですよね。セクションの中って大体こう、リキッドなんですけど、このグループだけ JSON 形式でセクションに入れるっていう、ちょっとなんか、入れ替わったような状態になってるんですけど、書いてあるので、ここのエグザンプルを使ってそのまま実装していきます。まず、そうですね。ちょっと今エディター見えてないですけど、後でお見せします。と、セクションの中に mygroup.json。開発者サイトだとヘッダーになってますけど、ここは名前は何でもいいので、私は mygroup という名前にして、そのままやりますと。ちょっとエディターの方を見せると、えーこっちですね。変えたところは、このセクションの中にこのマイグル、今度はこっちは JSON なんですけど、JSON 作って、で、このグループは、名前はマイグループですけど、タイプとしては、このヘッダーが集まってるグループにしますよっていう形ですね。で、この状態で、またプッシュしますと。でプッシュして、成功しましたと。で、URL 変わってないので、えこれでできるかな。えーっと、もう一回。おっと。えーっと、今出ないですね。ちょっと待ってくださいね。と、エディターでごめんなさい。そうだ、1個忘れてた。で、これだけじゃダメで、今度はレイアウトの、こちらに、レイアウトのこちらに、
これだ。ここですね。この Contents for Layout の上に、今、は見えてますよね。エディター見えてますね。はい。エディター見えてますね。このセクションっていうのは、固定の場所にセクションを、リキッドから指定して表示する、関数というかタグなんですけど、で、タグの場合はこの変数と違ってパーセンテージで書きますけど、このセクションで、マイグループっていう私のセッショングループをこの場所に入れますと、これはもう固定になります。という形で入れます。で、この状態でもう一回プッシュすると、先ほどのドーンのように、マイグループという、固定のエリアが現れますと。で、今ちょっと見てみますかね。よいしょ。あ、出てき、うん、あ、で、うん、ごめんなさいね。これかな。入れて、あ、出てきましたね。ちょっとこれをお見せして、よいしょ。これですね。上の方に今、マイグループって出てると思うんですけど、これが今お見せした JSON で指定した。ドーンだと、ヘヘッダーって出てますけど、私は、名前、マイグループで示しましたと。で、ここも固定なんで、例えばこの中ではこのブロックとかセクションってドラッグアンドドロップで移動しますけど、ここを飛び越えてはいけないんですよね。なので、ここはもう固定の場所になるという形ですね。で、あとは最後に、ここですね、最初にお見せしたドーンでは、セクションで他のものが選べる形になってるんですけど、私のテーマだとまだ選べないので、これをやってみようと思います。で、これをやるために、新たに一つセクションを追加します。わかりやすくメインっていう名前にしようかなと思うんですけど、まずセクション追加するので、ここにメインドットリキッドと入れます。で、メインドットリキッド何をするかと言いますと、えっあんま大したことはしなくて、メインというものを、入れて、で、コレクションが来る想定なので、スキーマには、えっと、スキーマには、こういう形で、コレクション選ぶセッティングを用意して、選んだコレクションの名前とそのコレクションのページの URL を A タグで入れるという、ただ単純なこれだけの作業になります。で、大事なのはこれですね。プリセッツですね。これがないと、さっきのエディターの、セクション追加のところに出てこないんですけど、これがあると出てくるというものになります。で、えーっと、で、ホームページの、トップですね。トップの index.json の方は、どう書くかというと、実は何も書かなくてよくて、これがさっきの、えーっと、これですね。これが効いてくるんですね。Contents for Layout っていうところに、Shopify がいい感じでというか、親切に、アベイラブルなセクションを入れていくので、この状態でもう一回プッシュしてみますと、よいしょ。でプッシュすると、先ほどと同じようにして、もう一回エディターで見ますと。よいしょ。エディターで見て、ラインから貼り付けて、で、ちゃんとメインが出てきますね。で、メイン押すと、出てきて、ドラッグアンドドロップももちろんできますと。
で、今ただメインっていう風に入ってるんですけど、さっきコレクションのセッティングを用意したんで、Shopify がコレクション選択画面を勝手に出してくれるんですよね。で、例えばホームページっていうものを入れると、ホームページっていうリンクが出てきて、これがさっき VS コードで入れた A タグが効いてる形ですね。で、ちょっとこれがうざいんですけど、で、プレビューでちゃんと出てくると。今、空なんであの、これに対応するテンプレートをつけてないんで、not found になりますけど、こういう形になりますという形ですね。はい。なので、これでセクショングループの作成まで終わりました。いよいよ今日の最後ですね。最後、これちょっと簡単にやりますけど、フォームの作成ですね。ログインフォームとか、顧客の登録画面のフォームとかですね。これを、最後に作って終わりたいと思います。で、フォームの作成もちょっとそうですね、せっかくなんで簡単にデベロッパーサイト見ると、これも一応テーマの、ドキュメントに書いてあって、どこに書いてあるかというと、このテンプレートですね。で、カスタマーはちょっと特殊で、ディレクトリが階層分かれてるんですけど、例えばこのカスタマーレジスターっていう、これすべてのテンプレートによるんですけど、例えばカートとかもそうですけど、一個一個開いていくと、ドーンだとどういうふうに書いてあるかっていうのがリンクされてるんですよね。で、これがJSON こうなってますとか。で、えーっと、セクションの中身は実際にどうなってるかっていうのがあって、で、ここにあるこのリキッドのフォームタグですね、リキッドの。これ自体は HTML じゃないんですけど、このフォームリキッドを貼り付けると、もうそれだけで、登録フォームがHTML で表示されるようになってますと。で、あと便利なのは、こっちの上側のリンクを押すと、ヘルプに行っていたり、あと参照する、どこかな。これかな。例えばフォームタグの実際リキッド上はどういうシンタックスでどういうメソッドがあるかっていうのも、このリキッドの API リファレンスの方に飛ぶようになっているので、多分、テーマを学習される方は、こちらのテーマアーキテクチャのページと、今、こっちに表示してますけど、このデベロッパーサイトのリキッドリファレンスですね。これを何回も何回も行ったり来たりすることになります。で、私とかも、これはしょっちゅうやってる、もので、例えば、変数だとこのオブジェクトにありますし、さっきお見せしてる4とか、4文とかそういうのがタグになりますし、スクリプトタグにするものはフィルターなんで、例えばこの辺の HTML の下にさっき使ったスクリプトタグとか出てるので、ここのリファレンスと、こっちのテーマのアーキテクチャの部分はもう何回も往復して、あとはその個別の、テンプレートの構造を見ていきながら作っていくことになるかなと思います。なので、ちょっと結構大変なんですけど、1個ずつ潰していくことで、オリジナルのテーマができてくるかなと思います。なので、今からそのデベロッパーサイトに書いてある、そのフォームのリキッドですね。これを、作って今日は終わりにしようかなと思います。で、それを、今ちょっと貼り付けるんですけど、これはもう本当デベロッパーサイトに書いてあったエグザンプルをそのまま貼り付ける感じですね。で、さっき作った、メインの下に入れようかなと思います。メインの下に入れて、これでまたプッシュしますと、で、すると、よいしょ。ちなみに、ね、ツイッターの方は大丈夫かな。そうですね。ツイッターの方、質問は今のところあんまなさそうですね。はい。では、ブラウザの方で、ごめんなさい。ちょっと今どっちだっけわかんなくなってきて。ブラウザですね。よかった。ブラウザの方で、もう一回、出ると、セクションでメインを入れると、こういう感じでフォームが出ますと。
で、保存して、プレビューを押すと、同じように出ます。あとはもうこれ、例えば、こう、適当に今入れますけど、こういう感じで出ますと。ちょっと今、そうですね。後続の画面がないんで、これちょっと面白いんですけど、対応するテンプレートがないと、Shopify が勝手にダミーというか、デフォルトのシンプルなのを出してくれたり、するんですけど、こういう感じで動きますという形ですね。で、あとは、このメインのセッションの中に入れてるんで、こういう風に、ごめんなさい、セクションの中に入れてるんで、今ホームページに直接アカウント登録の画面とかも実は作れちゃったりするんですね。で、今の状態で、例えば、この従来のお客様アカウントっていうものを入れると、何もまだテンプレート作ってないんで、該当するものがないんですね。これ他のものもそうなんですけど、コレクションのテンプレート見つかりませんってあるんですけど、これを、このテンプレートに沿ってカートのものとか、コレクションのJSON ファイルをどんどん作っていくことで、このエディターが認識して、それに対応するテンプレートを表示していく形になります。で、テンプレートを表示するときは必ず対応するリキッドが必要なので、リキッドがなければ、ただブランクのテンプレートが出るだけなんですけど、こういう感じでどんどん商品ページのテンプレートとリキッドを、セットで作っていくというのが、基本的なテーマのフルスクラッチ開発の流れになります。で、例えば、今日冒頭でテンプレートの下にカスタマーズって作ったので、その下に、開発ドキュメントにあるレジスターっていう、えJSON ファイルを作って、そこに今追加したメインのセクションですね。セクションは必ず1個のテンプレートだけしか使えないっていう制約ないんで、例えば複数のテンプレートから、共通する同じセクションを参照したりできるんですね。なので、赤がついてるのかな。これで、今、エディターの方に、これですね、テンプレートカスタマー、レジスター JSON っていうのを新しく作って、この中に、さっきトップに、貼り付けたこのメインっていうリキッドですね。登録フォームを入れたメインをこっちからも参照するようにして、この状態でプッシュすると、テーマエディターの方に、えテーマエディターの、お客様登録画面の方にも同じメインというセクションの内容が出るようになりますというところですね。ちょっとこれを最後お見せして、まとめに入りたいと思います。よいしょ。えーっと、これで、セクション、メイン。これはさっきと同じで、で、さっきは従来のお客様アカウント、何もなかったのが、このお客様の登録って出ましたね。これがさっきのテンプレーツのカスタマーズの下にレジスター .json を入れたので、これが出てますと。で、表示すると、もうメインが最初から出てて、同じフォームが出てるという形になりますね。多分これでプレビューをして、おそらく、動くかな。アカウントレジスターとかやると、できましたね。さっきの Shopify が出してる会員フォームじゃなくて、自分が作ったフォームがそのまま出るという形になりますね。こういうふうにどんどん当てはめていくものになります。はい。と、以上で今日の内容を終わりにしたいかなと思います。で、そうですね。ちょっとせっかくなんで、このテーマのアーキテクチャを映しながら最後終わりたいんですけど、よいしょ。で、最後まとめですね。
テーマ習得に大事なこととして、まず1番目は今日冒頭であったように、テーマの構造と各部品の役割の理解をまずしましょうと。そのために、ドーンをいきなり解析するよりかは、まず自分でシンプルな、テーマを作ってみて、セクションとかレイアウトの関係を把握した上でもう一回ドーンのコードに戻ると、だいぶ理解しやすくなるんじゃないかなと思います。で、2番目がテーマファイルとストア表示の対応の把握ですね。さっきブラウザーのソースを見ながら、チェックしましたけど、そのテーマのリキッドファイルが実際ブラウザで、顧客に表示されるとき、何が Shopify が挿入して、何がそのリキッドの HTML が実行されるのかをまず把握するのと、が大事ですと。で、3つ目に今度はテーマファイルとエディターの対応の把握ですね。例えばセクションの挿入のされ方とか、ドラッグドロップっていうのは、じゃあテーマのリキッドの中でやってるのか、Shopify がエディターの仕組みとしてやってるのかっていう、その Shopify が提供している機能と、テーマのデザイナーさん、開発者さんがリキッドでコードとして書く部分の、役割分担ですね。ここを、把握すると、だいぶこのテーマの構造が、明るく見えてくるかなと思います。それではそうですね、ちょっと長い時間聞こえお手つえーお付き合いいただいたんですけど、私の、そうですね、画面上だと特に Twitch 上はコメントがないように見えるんですけど、もしご質問とかあれば、この後、ハッシュタグでツイートしていただいても大丈夫ですし、この場でもし答えれることがあれば、Twitch の方に書き込んでいただければなと思います。どうですかね、大丈夫そうですかね。で、こちらの配信ですね、Twitch 上でアーカイブであと見れるのと、おそらく我々の日本の YouTube チャンネルにも、再生リストに追加しようと思いますので、また見直していただければなと思います。あと、今日作ったテーマのコードはですね、もうちょっとちゃんとものになるというか、実際に使えるような形で、私の GitHub の方に上げて、またシェアしようかなと思うので、ぜひ活用いただければなと思います。それでは本日、長いお時間ありがとうございました。で、来週同じ木曜日、4時から今度は、同じような形でまたコードを使ったアプリの、開発の方の解説とデモをしていきたいと思います。それでは皆さんどうもありがとうございました。それでは失礼いたします。